ですっごい腹立つことがあって、結局登場できなくて、もう何？皆さんこんにちは。セブンガールのスターです。セブンボーイのロベルです。はい、ということで今私たちはなんと日本にいます。そうですね。で、今回はね、せっかく一時帰国で3人で日本で来たので、実際日本に来る前にどういったプロセスをしたかで、実際私たち成田空港を使ったんですけど、成田空港で、特に今新型コロナウイルスがあるので、コロナウイルスに関するプロセスなどをお話しできたらなと思います。はい。でですね、実は今私たち成田空港近くって言っても1時間くらい車で走ったとこなんですけども、隔離施設にいます。でちょうどね朝ごはんの時間帯なので、私たちの朝ごはんを食べながらね話していこうかなと思います。朝ごはんこんな感じで、あとはね毎朝ついていくんですけど、こんな感じでお弁当とあとフルーツがね朝ついてきて、であとお茶ね、朝ついてきて、であと水はね毎食ついていきます。なんか可愛いんですけど、なんていうんだっけこれ、スヌーピーがいつもついてる。日本の水は飲めるよね。そう、日本の水はね飲めるから全然これいらないんだけど、ちょっとフィリピンから来たてでまだ水道水飲むの怖いかも。そうポーさん大丈夫なの？ちょっと味違うけど。味違う？わかんないな。こっちの方がキレイからっていう味する。いいじゃん、ある意味いいじゃん。はい、あとね私たちもご飯あるんですけど、実はありがたいことにねちょうど昨日で半年になったハニーのご飯もついてきます。で、こんな感じでなんかいくつかあって選べたんですけど、一番若いやつが7ヶ月からのやつで、ハニー6ヶ月なんですけど、もう5ヶ月から食べ始めてるから、もうこれいいかなって思ってあげちゃってます。であとねハニーの麦茶もついてくる。麦茶大好き。おいしい。大好き。初めての麦茶。ありがたいですね、子供についてるなんて。はい、ということで、ちょっと食べながら話していきましょう。でハニーはね、一旦ベッドでゴロゴロ遊んでてください。はい、シュシュイ。はい、じゃあパオさん早速お腹空いたのでいただきましょう。いただきます。いただきます。これ割り箸。逆に太っちゃうね。こうやってんだよ、こうやって。見てないのか。こうやって。それで。オッケー、成功。こうやって。ほら。片手でできます。お茶のもの。お腹すいた。お腹すいた。今日は3日目。そう、隔離3日目になるので、実は今日のねお昼頃に出れるんですよ。なのでこれが最後の朝食になります。めっちゃ美味しい。やっぱ多いお茶めっちゃうまい。これどうなの？フィリピン人からしたら初めて飲んだら。苦いっていうもんだね。やっぱ苦いんだ。なんでこんなもの飲むんだみたいな。何これって。でもパオさん昔3年住んでたから飲んでた？飲んでたよ。あ、そうです。最初はストロー刺さってないやん。パオさんがストロー刺すといつもジョロジョロって言って新しいのにストロー届いてない。はい、いただきます。はい、じゃあまずフィリピン来る前のプロセス、パオさん何した？RT-PCR 検査の結果、コロナの検査ね。私とマヤとベイビーの。そうだね。全員分ね、コロナの検査の結果が必要です。そこがバルのそう話したくないな。なんか私たちフィリピンエアライン乗ったんですけど、なんか来る前にね、一応
日本のね政府の厚生労働省のなんだろうなガイドラインでは赤ちゃんは必要ありませんっていうか、まあ、なんか全ての国でチェックできるわけではないので、マストではありませんって書いてあったんで、まあ大丈夫かなって思ったんですよ。それでフィリピンエアラインの、セブ島のメインオフィスもねパオさんがわざわざ行って本当に必要なくて大丈夫ですかって言ってなくていいですよって言ったんですよ。で実際マニラのトランジションの時ねベビーのないの乗れないよ。判断した前に誰かと電話したの。なんか多分その応援の人だと思う。ああなるほど。あそうなんだ。で電話してメインオフィスのやっぱいらないわって言われて、よかったねってよかったって思って書いて、ね2人分しか取んなかったんですよ。で実際マニラまで、トランジションで行ったのにマニラの乗り換えでまさかいやないとダメですよ、成田空港にそうやって言われてますから成田空港が必要なんです、私たちではなく成田空港が必要なのみたいな言われたのに、いや必要ないでしょって思って、私成田空港に、日本の携帯ないんでお母さんに頼んでかけてもらったんですね。そしたら成田空港の人がいや必要ないですよって言ってくれて、しかも厚生労働省の方にわざわざかけてくれて、一応確認しましたが本当に必要ないですって言ったのに、フィリピンエアラインがいや必要ですよ、私たちそんなこと聞いてない、そもそも誰が言ったの、カスタマーサポートが言ったの、カスタマーサポートのことなんて信用できないみたいな感じでね、いやカスタマーセブンもフィリピンエアラインズと、マニラのフィリピンエアラインズのルールは違うからって。そう意味わかんない。だってまずはチケット見せたんだよね、セブンのフィリピンエアラインで。そういうねすっごい行くからって言ったのそうですっごい腹立つことがあって、結局搭乗できなくってもう仕方ないからリブッキングして6万円払って、で次の日にねやっと行けましたしかもそれチェックすると多かったよねなんかいっぱい待ってたね。動きが早いなんかうちら実際飛行機乗ってたのって10人くらいしかいなかったよね。はい。で降りたらスタッフがもうなんか倍くらいいた早かった。でなんか着いたらまず PCR 検査なんですよ。すぐテスト。まずその書類でしょ。でその後に PCR 検査。サライバテスト。そう。でなんかもう私飛行機の中でめっちゃトイレ行きたかったんですけど、なんか降りてすぐトイレ行きたいって思ったら、皆さん一列に並んでくださいみたいな感じで始まって、もうずっと PCR 検査で、降りても30分くらいはトイレに行けませんでした、なのであとはなんか30分で何も飲まない、そうテスト取る前にね PCR 検査取る前に30分は何も飲食禁止ですっていう風になってます、なので降りてすぐに、書類確認されたよね。だから30分前に水をいっぱい飲んでくださいそうでね、実際の PCR 検査さっき言ったようにサライバ唾液をね、なんかスポイトっていうかなんか検査ちょっと日本語忘れちゃったけどボトルの中のここまで入れてくださいっていうのがあるんですけど、なんか私矯正してるせいか水分取ってないせいか全然唾液が出なくて、結局鼻から綿棒グリグリされました、歯にもそう、赤ちゃんはねサライバあんまり、サライバある時はめっちゃ出るんだけど、寝てたから出せなくて鼻から刺して、グッモーニングって感じ朝ちょうど起きたねめっちゃ刺す奥まで刺しちゃうんだよね。そうなんかねフィリピンでも綿棒刺すんだけど、フィリピンと日本なんか全然違うんですよね。なんかフィリピンって痛いけど刺してすぐ抜いてくれるんですけど、日本って刺してなんかグリグリされていつ出すのみたいな、入れてなんか多分3秒そうあそうなの、さっき言ってた1、2、3はい
ああ、そうなんだ。言ったでしょ。私の時は上向いてくださいでぐるぐるいつ出すのみたいな感じ。めっちゃ痛くもう涙出てきた。でも頑張っても頑張ってもサライバが出なかったからもう仕方ないって言って。でそれが終わったらマイ SOS のダウンロードだよね。マイ SOS だけだよね。マイ SOS のダウンロードそのカカオの必要なかったね。カカオはね、まあ一応持ってた方が日本ではいいかもしれないけど、マイ SOS ダウンロードして韓国人の成田スタッフがね全部設定してくれてるんで、パパって間違えたんだと、それの説明もね。あと多分クアランティン中にセッティングのなんていうかな、更新しちゃダメじゃない。あ、そうだね。Bluetooth とかオンにされて変えないでくださいみたいな感じで言われたから、当分変えない。でも Bluetooth は他のデバイスつながれる。マイ SOS はあれめっちゃ大事だね。めっちゃ来るね。ノティフィケーションがめっちゃ来る。You cannot escape because they will really もう check. なんかこっそりどこも行けない。The government here in Japan will actually call and take will ask you to turn on the video. So they will confirm that it's you and you are there in that area while you are quarantined. 赤ちゃんの分もね、なんか基本的に30秒もうビデオ自分の顔映して撮るだけで別に喋らない、誰もいないみたいな感じで無言でビデオ撮るって。はい。なので、実際フィリピンから日本に来るのに必要なのはもう本当にパスポート全員分の PCR 検査。全員子供でも何歳でも。子供でもフィリピン誰かがこう言ったとしても一応ね、念のために絶対取っといた方がいいです。であとは外国人だったらパオさんの場合はねビザね。ビザを取りましたと。であとはね日本政府が求めてるなんかアプリのダウンロードとかある、あと契約書書いたりあるんですけども、それは事前に準備した方がついた後楽なんですけど、実際なくてもね実際ついてからもできましたのでご安心ください。はい。じゃあ実際ついてからの話ね。ちょっとご飯食べよう。お腹すいた。これね、これ何か知ってる？パンシットじゃないよ。卵でしょ。卵じゃないよ、これ大根。入ってる。これ大根だよ。ほら。それね、揚げ出し豆腐っていうの。あ、そう。そうなんだ。これ切り干し大根。どう？美味しい。これフィリピン人でも好きな味じゃない？なんか似たようなやつ。ちょっと甘いから。フィリピン人も好きだ。好きだね。また隣にもこれなんていうんだろう、カイワレと大根叫んでる犯人。これなんだろう、私もわかんない。何なのか。なんか緑色のやつ。これ絶対フィリピン人。好き。なんかカンコンみたいなね。カンコンみたいな。ちょっと胡椒濃いけど。ね、フィリピン人が一番好きなのはこれだよね。ご飯に乗ってる。シニガンみたいなね。私好きじゃない。みんな好きじゃないと思うよ。魚が一番好き。魚美味しいね。はい。じゃあ次、ついてからのプロセス。パオさんどうだった？成田空港ついてから。すごい。プロセスが長かったけど、なんかちゃんとスムーズだった。やっぱり。だから皆さん飛行機を降りる前にね、絶対トイレ行っといた方がいいです。ほんと降りてから30分くらいは行けなくなっちゃうんで。30分だけでね。もっとあった？ 1時間ぐらいで。そうわかんないけど。プロセス長かったけどね。長かったね。まだみたいな。でもすごい。長いとかは感じないね。みんな動きが早いから。次こちら。
文句言いな。もうなんかフィリピンのね、なんだろうな、フィリピンのサービスをなんかリモコンで10倍早くした感じ。ててててててめっちゃ早かったね。なんかチェックするだけ。なんか面白かったよ、私も見てて。2年ぶりだったから。だから自分もなんか俺もなんかやんなきゃいけないのって。うちらも早くやんなきゃみたいな。フィリピンだとオッケーみたいな感じなんで。はいみたいな感じだったね。早かった。で、30分くらい経ったらようやくね、なんだろう、結果が出て、ネガティブ、私たち全員ネガティブだったんですけど、こんな感じでね、もらえるね。出るときにクアランティーンのやつ、この右上のところにね、ネガティブって書いてあるんですよ。コロナウイルスネガティブね。でもポジティブになってもクアランティーン同じとこでクアランティーンされるから。もう知らない。ポジティブになってみてるじゃん。その時にいなかったからね。俺らのバッチに。そう、私たちのなんかいくつかグループに分けられてて、私たちのグループはなんか誰もね、コロナの人いなかったんで、よかったです。なんでみんなネガティブで、これもらってね、やっとイミグレこれで入国審査。これ入国審査でパオさん拒否られたらもうショックだよね。サライバ出しといてさ。そうだね。そうで、入国審査は今まで1人ずつとかだったのかな。でも一緒か。家族3人で別に外国人日本人分けられることはなく、一緒に入ってで話してで普通にね、なんとか入れましたと。写真と、フィンガープリント。そうだね、写真と指紋は外国人だけどね、私とハニーは何もなかった。ハニーは二重国籍なんですけど、パスポートなんかフィリピン出るときに出国の印鑑を、日本のパスポートもフィリピンのパスポートもね、ハニー両方してもらったんだけど、日本に入るときはなんか日本国のルールなのか、なんかそんな感じなこと言ってて、どっちかにしか押せないんですって、入国のスタンプは。で、なんかフィリピンに押しちゃうと絶対フィリピンのパスポートにビザとかついてないといけないみたいに言われて、実際印鑑をしたのは日本のパスポートだけです。両方出したけど、ね。でそれでようやくスーツケースとか取れました。でもそのティーンが言ってたね、そのフィリピンパスポートを使うとなんかいろいろ必要っていう、そうフィリピンパスポートを使うとビザとか必要っていうから、ハニーのビザ取ってないから、もう日本で初めての日本だね、ハニーはフィリピンで生まれたからね。その後スーツケース取ってですごいね、犬。そう犬がなんか麻薬とかないかとかチェックするんですけど、すごい可愛かった犬ね、ちっちゃかったのにスタッフが「影」って言ってうちらの噛んだら、いやなんもねえなーって思いながら見てたんですけど、なんかね、犬が反応して、みたいな。どういう反応どうやって分かるか分からなかった。早くてね、すごい早かったよね。影って言って一直線にはうちらのスーツケースで犬がそのなんていうかな、そのボスに話してるみたい。そうでね、どうやって分かったって引っかかったよね、うちらのスーツケース。はい、で実際スーツケース開けなきゃいけなくなって、別にいやらしいものない、いやらしいっていうかあれだけど、怪しいものないからいいんだけど、で結局引っかかったのがね、モリンガだったね。モリンガお茶にした。そうモリンガめっちゃね、奇跡の木って言われて、なんか300の病気を予防するんだったっけ、違う、300の栄養素が入って90の病気を予防するみたいな、めっちゃね体にモリンガっていう植物があるんですよ。それでね、ちょっと犬が反応して引っかかってしまったんですけど、確かに匂いね、すっごいいい匂いしたいい匂いとか、すっごい匂い確かに強かった。モリンガの匂いがしてた。開けたらモリンガみたいなねで、そのスタッフの人がモリンガ大丈夫か調べてくれて、これは大丈夫ですよみたいなステッカー貼って出れました。ちょっと時間がね、もっと長くなるだけだけど、でもスムーズだったね。そうだね、全体的にスムーズで終わって、
でこれでようやくね成田空港出て、まあ、普通に成田空港のなんだろうパブリックのところに出たんで、あここ出ていいんだと思って、クアランティーンなのに、であとでもちゃんと人がいないとこに連れてかれたらね、いやあれは偶然人がいなかったんだと思う。あそうあんまりあそこ私いつも帰国したらね、あそこでおにぎりとか買うんだけど、コンビニしまってでも人がそんなにいなかった。多分あれみんなネガティブだからじゃね。ああそうだね、みんなネガティブだからポジティブだと絶対あそこに行ってないね、でその後ちょっと待ってたね、バスで、私空港で行ったら寒かったそうちょっと成田空港の中暑くて半袖になったんだけど、出た瞬間風がビューってそうでバスに乗って1時間くらいで、まあ、今の隔離施設にね、フィリピンは今3日間なんで3日間隔離されてます。でただね私たちが日本に着いた翌日からフィリピンのバクチネーションカードあれば3日間の隔離は不要になるんだけど、でもぶっちゃけ隔離してよかったかもね3日間結構ね居心地が良かった。何よりすぐ休めるからね。なんかね、まあ6日間は長いかもしれないけど3日くらいだったらね日本の美味しいご飯も出してもらえるし、めっちゃ美味しいね、日本人からしたら冷めてるやだみたいな、マイクロウェーブ電子レンジ欲しいって言うかもしれないけど、うちらは日本めちゃくちゃ久しぶりだからもう全部ありがとうございますありがとうございます、日本すごすぎ。しかもお茶とかそう水もたくさんくれるしね、なんかハニーのねなんか お茶くださいって言ったら、あこういうジュースもありますよいかがですか、あお菓子もありますよいかがですかめっちゃそうコアランティーンエリアに着いたらすごいね、みんななんかどういうホテルですか、タバコ吸いますか、多分タバコ吸える人に、そうだね、部屋割りのために喫煙か禁煙かとかだったり、あとハニーがいるからダブルルームダブルベッドを1つにするかシングルベッド2つにする部屋にするかとか、あとねパオさんと私別々にしますか部屋言われて、いや一緒で大丈夫ですって言ったけどそうだからいろいろ聞いてくれた、ありがたいことに。やっぱ日本最高だね。ねだからすごいありがたかったです。はい。あとはそれで今日ね3日目になるので今朝唾液をもう一回サライバ検査して、ハニーを鼻から綿棒を刺してね、大号泣したんだけど一応クアランティン中ね体温を毎回測って報告しなきゃいけないんですよ。8時ぐらいですね。そうそう、なんか隔離のしおりみたいなのもらったんだけど、毎朝8時頃に体温を測って、QR コードを読み取って体調大丈夫ですかとか体温いくつですかっていうことを報告してました。そのQR コードに報告してそうそう、はい、という感じでね、フィリピンにいる間はもう本当になんだろう、これからどうなるのかっていう、ちゃんとイミグレ通れるのかってめちゃくちゃ心配だったんですけど、案の定搭乗拒否されたんだけど実際フィリピンじゃない、日本に着いてからはもう本当に全てスムーズでありがたかったです。もう日本帰ってきてよかったわ。ネット早いし。ネット早いめっちゃ早いね。パオさんゲーム楽しんでるねなんかネット早すぎてゲームのプレイヤーがみんな強いらしいです。みんな強い。同じゲームでもパオさんの腕がもっと上がるね。フィリピンでは俺が一番うまいのにとか言ってた日本来たら一番下手になっちゃったみんなすぐ戦うネット早いからやっぱ日本のさゲーマーが強いのはさ、やっぱネットが早いからゲームもね練習嬉しいな。ハニー日本にいて嬉しいなこの後ね今日
そう今日ねやっと午後くらいに退去できて、でもちろんね勝手にもう私これねパブリックトランスポーテーションは日本語で言えないんだよね。公共交通機関言えた。公共交言ってみ。公共交通機関。公共交通機関。公共交通機関。上手。そう乗っちゃいけないから私のね母がわざわざ長野から迎えに来て車で帰るわけです。はい、ということでね一旦こんな感じかな今日は。そう毎回ねご飯前だったりとかにアナウンスが。でもなんか外でなんか買いたいものがあるならなんかお金あげて買ってくれるっていう。なんかねここに室内の電話がついてて、コールセンターにかけられて、例えばハニーのおむつ買ってくださいって言ったらね、先にお金だけ渡しておむつ買いに行ってくれたりします。はい、なんで基本ずっと部屋の中なんだけど不便は全然ないですね。全部やってくれるから。ベッドもすごい。なんかイカゲームみたいだね。ベッドも柔らかい。ベッドも柔らかい。テレビもある。そうテレビめっちゃテンション上がったわ、日本のテレビ。ということでね以上かな。他になんかある？ Guys, I think that's all for while we're still quarantined. We'll keep you updated. そうだね、また長野帰ったらどんな感じかっていうのを話したいと思います。はい、お弁当どうだった？何が一番好き？やっぱこのなんかそのサーモンだよ。赤いやつやね。赤いやつ。母さん好きって言ってたじゃん。いやいや。ミニトマト。ビビ食べてみる？ちょっとさっき言おうとしたこの卵ね、フィリピン人絶対好きだよね、甘いから。これも梅干し。好き。はい、ということで皆さんぜひチャンネル登録お願いします。お願いします。はい、See you next time. バブー。もうレコードしてる。皆さんこんにちは。せーの、皆さんこんにちは。せーの。皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。